皆さんこんにちは、まなみです。今回はてるてるのクッションファンデーション3つを比較して仕上がりとマスク崩れを検証していきます。それではまず日焼け止め効果やどういった仕上がりになるかっていうのを表にまとめましたので、そちらをご覧ください。左からブラック、ピンク、レッドの順でスウォッチしました。ちなみに全て3色展開になっていて、17、21、23号があります。左2つが 23N で、一番右が 21N なので、色の差があるんですが、色味についてお話しすると、ブラックはオークル感があって、ピンクはピンクのアンダートーンかなって思ったのと、レッドは明るいカラーなので微妙なんですが、ベージュっていう風に感じました。で、検証の仕方なんですが、マスクをつけて4時間後と7時間後の肌の状態を見て、その後45分間運動やストレッチなどをしてから、もう一度最後に肌の状態を見ていきます。普段はニキビができやすいので、ベースメイクをしたまま運動っていうのはしないようにしているんですけど、今回は検証のために頑張ったので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速ご覧ください。どうぞ。すでに日焼け止めは塗ったので、これからクッションファンデーションを塗っていきます。左側はてるてるのマスクフィットクッション 23N3 度を使って、右はマスクフィットオールカバークッション 23N3 度を使っていきます。パフなんですけど、この黒色とピンク色のクッションのパフは少し汚れているので、この赤色のパフを使っていこうと思います。黒色のクッションについているパフはこれよりも少し分厚い気はするんですけれども、ほぼ一緒かなと思うので、こちらを使っていきます。ということで肌をアップにしてお見せしていきます。ここで取って、この蓋で調節してから塗っていきます。それでは塗っていきます。このクッションファンデーションは以前レビューしたこともあるんですけど、一度にパフにつく量がそこまで多くないので、ナチュラルに塗れるクッションファンデーションです。こうやって滑らせて塗っても毛穴落ちしないっていうのがすごく良くて、で肌もつるっと見せてくれるので、仕上がり的には綺麗なファンデーションだなと思います。このパフに少量ずつついてくれるっていうのがポイントで、私はファンデーションを取りすぎてしまう癖があるので、このくらい少量ずつつくと塗るのに時間はかかるんですけど、薄付きで塗れるので、それが個人的にはありがたいポイントです。半眼塗り終えたのでアップでお見せしていきます。おでこの毛穴とか黒ずみは綺麗に隠してくれていて、でこのニキビは少し透けているんですけど、でもその分厚塗り感はないのでとても綺麗です。で頬は塗っていない方と比べるとすごく綺麗なんですけど、毛穴もほとんど埋めてくれていて、毛穴落ちもないですし、私の肌は赤みが少し強いので若干透けてはいるんですけど、でもナチュラルに綺麗に隠してくれています。顎はニキビ跡とかが多いので、少し薄くはなっているんですけど、全然見えているかなっていう印象です。ティッシュでファンデーションを落としていきます。次はこちらのピンクを使っていきます。こちらも少し押してから蓋でファンデーションを調節して塗っていきます。これは黒い方よりもパフにファンデーションが多くつきます。ということで塗っていきます。こちらはやはり左側よりもカバー力が高いです。両方塗り終えました。アップでお見せするとこのような感じです。ちょっと差が分かりづらいと思うんですけど、この辺りのニキビを比較していただくと分かりやすいのかなと思うんですが、若干右の方がカバー力が高いです。ピンクのクッションを塗った右側はこのような感じで、変に角栓が目立ったりっていうこともないので、綺麗に仕上がっています。肉眼だとカバー力の差っていうのが一目瞭然っていう感じなんですけど、日の光が左から当たっているっていう関係で、ちょっと分かりづらくなっているかもしれません。赤みのカバー力は右側の方が高くて、やはり名前の通り右側オールカバーっていう感じです。シミは透けているんですけど、赤みはかなり隠してくれています。こちらはナチュラルな肌が好きな方向けっていう感じです。
両方とも肌はツルッとして見えています。パウダーを塗っていくんですけど、こちらのメイクアップフォーエバーのウルトラ HD ルースパウダーを使っていきます。パウダーをしっかり塗りすぎても崩れやすくなるので、軽く重ねていきます。完璧にサラサラになるまで一歩手前ぐらいがちょうどいいんですよね。塗りすぎると逆に毛穴落ちしてしまうので、物足りないかもぐらいで止めておきます。パウダーまで塗り終えました。おでこはこのような感じです。この毛穴落ちしていない感じを保ってくれるといいんですけれども、おそらく左右で差が出てくると思うので、少し楽しみにしながら検証していきます。ということでマスク検証を始めていきます。この口元の部分は空間がある大きいマスクを使っていきます。こちらは4時間後の動画です。おでこはまだまだサラッとしていて綺麗で、マスクと擦れている部分は少しファンデーションが剥がれてきているかなっていう感じはあるんですけど、こことかですね、剥がれているんですけど、でも全然気にならないです。少しこの辺りはツヤっとしてきているかなと思うんですけど、先ほど少し暑くて汗をかきそうかなくらいのところにいたので、このくらいはツヤっとするよねっていう感じです。左右比較するとファンデーションの剥がれ具合は同じで、皮脂はピンクの方が出ていたかなって思います。マスクの汚れが見えるように明るさを暗くしてみたんですけど、鼻はこのくらいですね。当たっている部分は仕方ないよなっていう感じでファンデーションがついているのと、あとこの辺りもうっすらファンデーションがついています。でこの下の部分もファンデーションがうっすらついていて、どちらかというとこの右側の方がついているかなっていう印象なので、黒いマスクフィットクッションの方がマスク写りはあるかなっていう感じです。でもビビたる差です。ということでマスクをつけ直したので、また3時間後に撮影していきます。こちら7時間後の動画です。おでこは触ると少ししっとりしています。で、頬なんですけれども、崩れ方的には同じぐらいじゃないかなと思うんですが、このマスクが当たっている部分はファンデーションが剥がれて毛穴落ちもしています。この辺りなんですけど、ほぼ同じくらいですよね。で、この部分なんですけど、左の方がファンデーションが剥がれて赤みが見えているかなと思います。もともとナチュラルな仕上がりっていうのも関係していそうなんですけど、この辺りで差が出たかなっていう感じです。と、鼻の皮脂も同じぐらい出ていて、この辺りもテカり始めているっていう感じですね。意外とそこまで差は出なかったです。で、マスクなんですけど、上に関してはだいたい同じぐらいファンデーションがついていて、下はこちらの右側の方がついているかなと思います。ただそこまで大きな差ではないです。はい、ということでこれからマスクをして45分間運動していこうと思います。運動が終わったのでアップでお見せしていきます。おでこは触るとペタペタしているんですけど、見た目的には全然崩れていないです。ちょっと汗を拭きますね。で、頬なんですけれども、やはりマスクをつけていた部分は汗をかいているので、かなり崩れています。運動する前と比べるとファンデーションがより剥がれていて、毛穴落ちもひどくなっています。運動前にもお話ししたんですが、この部分のファンデーションがより剥がれていました。で、鼻もマスクが当たっている部分はかなり崩れていて、どちらかというとこの左側の方が剥げている感じがします。両方とも毛穴落ちやファンデーションが剥がれたりしていますが、赤みが見えている面積で言うとピンクの方が崩れていなかったです。で、メイク直しをしていくんですけど、このパフはまた使うので、汗をかいた肌に使いたくないので、リアルテクニックスのスポンジを使っていこうと思います。上から叩いていきますね。メイク直しが終わりました。
おでこはほとんど直していないのでスキップして頬をお見せしますと、右側の頬はファンデーションの量が多く取れたっていうのとカバー力も高いので少し厚塗り感はあります。ただこの辺り毛穴落ちしていたんですけど、これはあんまり目立たなくなりました。なんですがこの辺りは少し毛穴落ちが気になるかなっていう感じです。離れてみればそこまで気にならないものの、こう近くで見てしまうとわかります。鼻は両方とも綺麗に直せました。で、この左側なんですが、この辺りの毛穴落ちも目立たなくなっていますし、あとここら辺も綺麗に直せています。やはり薄く塗れるようなファンデーションなので、塗り直した時に綺麗なのはマスクフィットクッションなのかなっていう印象です。ということで次はマスクフィットレッドクッションとマスクフィットオールカバークッションを比較していきます。それでは左側にマスクフィットレッドクッション 21N アイボリー SPF40PA2 プラスを塗っていきます。それでは塗っていきます。確かにカバー力は高いですね。その分しっかり塗っているような感覚はあります。それでは右側にマスクフィットオールカバークッション 23N3 度を塗っていきます。両方とも塗ってみました。で、おでこはこのような感じで、もしかしたら赤い方は今回初めて使うっていうのも関係しているかもしれないんですけど、ファンデーションを1回取った量で半眼すべて広げられるくらいだったので、カバー力はしっかりあります。で、ピンクの方はちょっとずつ足しながら塗っていったんですけど、レッドのカバー力と比べるとやや低いかなっていう印象です。で、右がピンクで左がレッドの方なんですけど、おそらく動画でもカバー力の差っていうのはかなりはっきりしていると思うんですが、赤みのカバー力は左の方が高いです。でもその分このクッションファンデーション特有の毛穴が若干埋まっていないような感じはあるんですけど、でも離れてみたらそこまで気にならないかなっていう感じです。ということでパウダーを塗っていきます。パウダーまで塗り終えました。こんな感じでマットになっています。頬は両方ともパウダーをのせた後も綺麗で、若干鼻はですね、こちらはまだいいんですけど、このレッドの方が少し角栓が目立つような感じがあります。鼻の毛穴とか角栓に関してはピンクのクッションの方が綺麗かなって思います。ということで今日も7時間検証してからその後45分間運動をして検証していきます。4時間経過したのでマスクを外していきます。おでこはまだ両方ともさらっとしていて、で頬なんですけどピンクの方はそこまで崩れていないんですが、赤い方は結構ファンデーションは取れて毛穴落ちしている印象です。この辺りは結構崩れています。あと鼻も比較してみると左側の方がファンデーションが剥がれていて毛穴落ちしています。マスクの中はこのような感じです。この上の部分は赤いクッションの方がファンデーションがついています。この辺りによくついているなっていう感じです。で、
で、下はそこまで変わらなくて、両方ともわずかについているっていう感じです。で、触ってみると左側の方がしっとりしていて、まだ右側はさらっとしている部分が多いです。ということでもう一度マスクをつけて3時間後にまた撮影します。1時間が経ったのでマスクを外していきます。おでこは少ししっとりしているものの若干ツヤが出ているくらいでテカってはいないです。右側の頬は以前検証した時と同様、この辺りがファンデーションが剥がれて毛穴落ちしている感じで、鼻も少し剥げていたり、この辺りは若干テカり始めています。で、こちら側は鼻が結構崩れていて毛穴落ちが目立っていたり、あとこの頬のファンデーションが剥がれたり毛穴落ちしている部分が比較してみると広いかなっていう感じです。あと塗った時はカバー力が高かったんですけど、この辺りも少し剥げて赤みが結構見えてきています。やはりこの右側のレッドクッションを使った方がファンデーションがついています。主に上の方がついているっていう感じなんですが、下もどちらかというとこの右側の方がファンデーションがついているかなっていう印象です。そこまで動かない状況だとこのような崩れ方になりました。ということでこの後運動していきたいんですけど、今エプロンをしているんですがタコスミートを作っていて今出来上がったので、それを食べて少し休んでから運動していこうと思います。なので運動するのはおそらく1時間半後ぐらいになると思うんですけど、またその時にカメラをつけようと思います。あと30分ぐらい休憩してから運動を始めようと思っていたんですけど、近くのコンビニに行かないといけない用事があるので10分ほどマスクをしてまた戻ってきます。今帰ってきたんですけど、あと30分ぐらい休んでから運動を始めようと思います。運動が終わったのでマスクを取っていきます。おでこはこのような感じです。汗を拭いたっていうのもあって少しファンデーションは薄くなっています。ピンクはこのような崩れ方で、やはり左の赤い方がファンデーションは取れていて崩れています。で、あとは顎がちょっとざらついていたり、ここは一つニキビができてしまっているので、マスクしながら運動するとやはりこういうのって悪化するんですよね。ということで、汗を少し取ってからファンデーションを塗り直していこうと思います。で、今回はこちらのシャロンのひし形のスポンジを使って直していきます。このマスクをして運動するっていうのは続けていきたいんですけど、かなり息が苦しいのと、顎のニキビ的にちょっと調子が悪くなる感じはあるので、たまにやる感じにしようかなと思います。で、ピンクの方も直していきます。メイク直しが終わりました。おでこはだいたい両方とも綺麗に塗り直せました。よれたりしているところもないです。塗り直したんですが、前回の黒とピンクの比較の時よりも毛穴落ちがまだ目立っているんですが、運動して汗をかいてあれだけ毛穴落ちしていたので仕方がないかなっていう感じです。鼻は少し角栓が目立っていて、メイク直しをする前は右側よりも崩れているなっていう印象だったんですけど、塗り直した感じで言うと同じような仕上がりです。若干この辺りは毛穴落ちしてよれています。はい、ということで、個人的にはマスクをしていても崩れにくかったこのピンクの方が気に入ったんですけど、まだ汗をかかないのであればメイク直しをした時に綺麗だとは思うんですけど、本格的に汗をかいてしまうと崩れるかなっていう印象です。ということで後日使用感とか感想をまとめて動画を撮影する予定なので、この後に挟みたいと思います。ということでまとめますと、カバー力はそこまで必要ではなくて、メイク直しがしやすいもの、綺麗に直せるものをお探しの方はブラック、カバー力が必要でマスク崩れが一番少ないものをお探しの方はピンク、カバー力が必須でツヤ肌が好きっていう方にはレッドがおすすめです。いかがでしたでしょうか。この検証結果が多くの方のご参考になれば嬉しいです。それではここまでご覧くださりありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。